はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は前回に引き続き自殺防止の動画ということで、その第2弾、皆さんの周りにも死にたいという気持ちを言うような、人がいるかもしれないけれども、そういった人との寄り添い方、それについて今日はやっていきたいと思います。前回も言ったように、私は十数年前に前の奥さんを自死で失っております。でその彼女を失った辛さから私自身も命を絶とうとしたことがあります。だから私は自死遺族でもあり、そしてまたその自死未遂者ということで当事者としての視点を持っていますね。こういった問題というのは非常に取り扱うのがなかなか難しい問題なんですけれども、皆さんにはぜひですね、当事者としての私、ちょっと他の人が踏み込めないような領域、そうしたところにもちょっと踏み込んだような動画をちょっと投稿できればなと思って、やっていますので、ちょっと一緒についてきてください。まず死にたいと言っている人、死にたいって言っている人っていうのは死なないんですよ。でこれどういうことかというと、これプロセス思考心理学という心理学があるんだけどね、これは言動と行動に矛盾がある場合、大体はこの行動の方が本音なんですよ。どういうことかっていうと、例えばデートに行ったりとかして例えば自分のガールフレンドとかがデート中にあなたの話を聞かずに髪の毛をいじってたり携帯電話をいじってたりしたら退屈してるのかなとか思うでしょ。でそういった時に彼女に聞くわけ。あれ退屈してるの、でその時彼女は多分こう答えるでしょ。退屈してないよ、楽しいよ、楽しんでるよ、多分彼女は言うはず。あなたのこと気遣ってね。でも彼女の態度は髪の毛をいじったり携帯を見たりとかして明らかに退屈してるわけ、この時彼女の行動と言動には矛盾が見られるんだよね。言葉では、退屈してないよって言ってるのに、態度が退屈してますよって言ってるわけ。どっちが本音かって言ったら、これは態度の方が本音なの。彼女は退屈してるんですよ、同じように例えば自分のボーイフレンドとかがなんかイライラして怒ってる顔が怒ってる、態度も硬い、雰囲気が悪い。そんな時にどうしたの、怒ってるのって言って、怒ってないよ、口では怒ってないよって言うんだけども態度が怒ってる、じゃあこれどっちが本音かって言ったら怒ってるんだよね。要するに行動と言動に矛盾があった時は行動が本音ということ。じゃあ死にたいという気持ちを言うというのはどういうことかっていうと本当に死にたいと思ってたら、死にたいなんていう気持ちは他人に言わない方がいいんだよ。だって邪魔されちゃうでしょ。本当に死にたいと思ってる人っていうのは誰にも知られずに死ぬんだよ。だって誰にも表明する必要ないじゃん。これからこれから死にますなんて宣言する必要ないでしょ。遺書を残しとけばいいわけだからだから本当にすぐ死ぬ人というのは誰にも気づかれずに死ぬか、もしくは誰にも止められない状況であることを確認してから電話したりとかもう自宅から何百キロも離れてもう止められないような山奥に行ってこれから死にますって電話をしたりそういう人はいるかもしれないけれども、基本的に本当に死にたいというふうに思っている人は他人にそういうことを言わない。言うと邪魔されちゃうからこれは言葉の裏にある本音というものを我々は読み解いてあげないといけない。死にたいということを言っている人というのは実はこういうメッセージなんですよ。今私は死にたいほど苦しいです。それぐらいしんどい問題を抱えています。それを分かってください、僕今本当に苦しいんです。死にたいぐらい苦しい。だからその気持ちをあなたには分かってほしい。こういうことなんですよ本当はだから言動と行動が矛盾してるわけ。言動は死にたいと言ってるけども行動は死にたくないと言ってるんですよ。誰かに分かってもらわないと私は到底生きていられない。それぐらい生きるのがしんどい、だから分かってほしいだから相手に死にたいということを理解してもらいたいということは、それはそのまま生きるための努力でもあるわけ。ただ死にたいと言っている本人はこれに気づいてないんだよ。自分の魂は生きたいと思っているんだけれども、自分の普段の表層心理の中では死にたい死にたいって本当に思ってるんだよ。でも深層心理では生きたいと思ってるわけ。ここがなかなか難しいところなんだよね。だからもし周りに死にたいというふうに言っている人がいたら、それは即座に死につながるような発言ではないんだけれども、だからといって油断してはいけない。
少なくともその人たちの中には死というものがもうビジョンとしてあって、少なくとも死にたいという言葉を口に出すぐらい追い込まれているということは事実なんだよね。じゃあそこに我々がどう寄り添ってあげるかという問題なんだけど、死んだら他の人に迷惑かかっちゃうよとかね、お父さんお母さんが悲しむよとか、パートナーが悲しむよとか、お友達が悲しむよとかね、こういう義務的なもので自殺を抑えようとしてもこれはダメなんです。これはね、逆効果ね。なんでかというと余計追い詰めてしまうことになる。少なくとも彼らは苦しんでるわけ今ね。だからそれにまず寄り添ってあげる。あ、そうか、そんなに苦しい思いをしてるのか、じゃあちょっとそれ僕にも聞かせてくれない？一人で考えても解決法わからないかもしれない、ね、でも一緒に考えてあげることはできるよとかね、一緒に寄り添ってあげて、一緒にちょっと解決法を探してみようよ、このね、苦しい問題、苦しい悩みとかをね、一人で背負い込むのと、誰か一緒に悩んでくれる人、誰か一人でもそれを心配してくれる人、そういった人が周りにいるとね、人間って勇気が湧いてくるんだよね。だからまずそういう寄り添い方をする。自殺を止めるというとね、こうね、対立構造になってしまう。それはダメだよ、やっちゃダメだよ、こんな風に言うのは相手に寄り添えてない。同じ方向を向いてあげるんだよ。ああ、そうか、それはしんどいな、なかなかそれはしんどいね、じゃあ一緒に考えていこうよ、ね、こうやって向き合うのではなくて、こうね、同じ方向を向いて歩いていってあげる姿勢っていうのかな。何がそこまで彼らを追い詰めているのかということをちゃんと理解してあげることが大事なんですね。でね、また例えばうつ病だったり、双極性障害だったり、統合失調症だったり、ものすごく心にストレスが溜まってしまって、心の病気にかかってしまって、そういったのが原因で漠然とした起死燃料を持っている人もいるんですよ。でね、こういった人というのは確かにね、みんなね、精神科のお医者さんに行くんだよね。それでね、感情が穏やかになる薬を処方していただいたりとかする。こういうね、医師の処方というのも非常に大事ですね。なんでかって言ったら、脳もね、臓器の一つだから、なんかね、我々は心の病気、体の病気って分けがちだけれども、ね、心を司ってるのっていうのは、脳ですからね。魂っていうのはまた別なんだけど、我々の世界でいう魂というのはまた別次元の話ね。ただ人間の精神というのは脳がコントロールしてますから、脳も臓器なんですよ、ね。だからいろいろこう神経伝達物質のね、なかなかうまくいかなくなったりとかして、そういったのが原因で漠然と死にたくなる人もいる。そういった人というのはお薬でその症状を和らげるのも大事なんだけど、ただそれだけで解決にはならない。なんでかっていうと、なんかそういった病気にかかったりする人っていうのは何かね、過去にものすごく辛い思いをしていたり、忘れられないしんどい過去があったり、現状で抱えている問題があったり、何かね、そこまでのストレスを抱える原因が必ずあるのね。だから薬で一時的に気分が高揚したりね、ハイになったりとかして、一時的にその問題から目を背けて楽になったとしても、薬が切れてきたら、ね、目の前にはまだ現実が横たわってるわけね。お酒飲んで一時的に憂さを晴らしたってね、酔いが覚めれば現実が前にあるわけ、ね、そこから依然としてストレスがやってくる。だからこの問題を解決しない限り、いくら薬を飲んでも根本的な解決には至らないのね。だから薬をいただいて一時的にやっぱりその精神を保つ、ね、健康に保つというのも大事だけれども、それはね、輸血と一緒。だから例えばわーっとこの辺がね切れてて血がビューって吹いてるのに、ここをね縫合しないで輸血ばっかしたってしょうがないでしょ。まずは傷口を塞いで、それから輸血ね。傷口塞いでないのに輸血ばっかりしたってそれは解決にならないね。だからお薬をいただくのも大事だけども、それをしながら心の抱えている問題とどう向き合っていくのか、これ2つをね同時進行で解決していかないといけないんだよね。でそれからね、薬を勝手に自分の判断で止めちゃうっていうのもちょっと、ね、危ないんだよね。精神科で、処方されているお薬というのは血中濃度といってね、血の中に溶け込んでいる濃度を一定に保たないといけない。毎日ね、血の中のそういった薬の成分っていうのは腎臓とかのねフィルターでこされて体外におしっことして出てっちゃうから、常に薬をこう飲み続けて一定の量を止めとかないといけない。でこれもね、急にやめちゃうとだんだん減ってくるんだよね。で減ってきて効かなくなって具合が悪くなって、いきなりお薬を飲んでも元の状態に戻らないのね。
だから素人の判断でいきなり薬を止めちゃうっていうのはこれはまだリスクが高いので、ちゃんとそこはお医者さんの意見を聞きながら少しずつ無理なく減らしていくっていうことがねできていくといいんだけれども、だから薬にはね頼り切ってもいけないし、頼り切るというのはそれが全てを解決してくれるわけではない。なぜならね、ストレスの元凶となっている問題はそのままあるからね、だから薬はうまく付き合っていくというのが大事なんですね。お薬っていうのだってね、別に人間の科学が生み出したものだけど、そのね材料というのはこの天地自然から作られたものね、天地自然にあるいろいろなものを抽出して、科学的な成分を抽出して体内に取りやすくしたものだから、もともと神様がお作りになったものなんですよ、ね、神様がお作りになったものを人間がこうやって飲みやすい形に工夫をしたということで、だからね、そういったものが体に入るのをしっかりと神様にお願いをしてから飲むっていうのも大事ね、で実際にね自殺未遂をした人、行動に移してしまった人はね要注意ですね。統計によるとね3ヶ月以内にもう1回やる可能性がある、そういうふうなね統計があるんですよ。だからもし実際に行動に移しちゃってるっていうのはね、これかなり重症、でねもう本当に自殺を止めようと思ったら、これは24時間の監視をつけないといけないぐらい止めるの難しいんですよね。だってちょっと目を離した隙にあなただって24時間体制で眠らないでその人のことを監視しているわけにはいかないでしょ、ね、あなたが眠っている間にヒューってどっからか飛び降りちゃったりとかすることだってできるし、なかなかね人一人の自殺を止めるというのは難しいです。だから周りにいる人と協力をして、なんとかサポートをしてあげる、医療的なサポートが必要な場合はそういったものもちゃんと利用して、みんなでねサポートをしてあげるということが大事ですね。でさっきも言ったように言葉と態度で、矛盾がある場合は態度の方ね、行動の方が本音ですから、相手がねそういったネガティブな発言をしたりとかしても、その言葉を鵜呑みにするんじゃなくて、そのネガティブな言動の裏にある彼らの心の闇というものを深く理解する、相手を否定するのじゃなくて受け入れて理解してあげるという姿勢がまたね寄り添っていく上では大事になってくるので、そうした部分をね、心得ながら寄り添って、力になってあげてね、世の中からこういった自死、そういったもので、貴重な命を落とすような人、またそうした人をね周りに持って、悲しむような人がない世の中をね、これから作っていけるように、そのねお手伝いがこういった動画を介してできればいいなというふうに心から望んでいますので、どうぞね皆さんの力を貸してください。でもしね本当に手に負えないようなケースだったり難しいケースでちょっとアイデアが欲しい時は私に教えてください。私が力貸しますから、私はねもう話を聞くプロですから、プロとしてちゃんと寄り添って、私も知恵を貸すことができるし、動画の中とかでねそれに答えたりとかして、またどんどんとみんなの役に立つようなチャンネルに育てていきたいと思っているので、どうかねみんなの力も借りながらそういったチャンネルを目指したいと思いますので、ぜひご協力ください。はい、ということで今日はこれぐらいにさせてもらいたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方もお願いします。ではまた会いましょう。さよなら。